信号は確かにここで止まったんだね。受信機がここにあるから自分で確かめてみたら。ほんとだ。でも考えてみてよ。あの発信機よく探せば簡単に見つかるんじゃない？あいつらは発信機に気づいた後、腕ごとカチャッと外してそのまま。方法はどうでもいいの。とにかく最悪の結果は私たちが無駄足を踏むこと。それにあなたの言うことが正しければ少なくとも雪の下に残骸が残ってるはずよ。あなたはこの下に何かの残骸がないか確かめて。私は受信機のパラメーターをもう一回調整して何かないか探してみる。また私が肉体労働？文句ある？ねえ店長、あの人たち何を話してるの？テベルダがこの先の雪原で信号が止まったことを突き止めたんだ。状況を確かめるにしろ、資金を回収するにしろ、雪を掘り返してみるしかない。資金の回収？技術部は使用者がビーコン弾の残骸を持ち帰ると一部費用を払い戻すことにしてるんだ。中にはリサイクルできる部品もあるからな。テベルダは会計担当だからこういったことに敏感なんだ。実を言うと私もエフゲニアが経費の手続きをする姿など想像できない。イスカ、スコップを持ってきてくれる？そしてついでに働かされる。全く意外性がない。ナビゲーター、このバッグを渡しておく。私は軍用スコップを探してくる。分かった、任せてくれ。かなり重いから気をつけて。言うのが遅すぎだ、イスカラさん。落ちても雪の中だ。壊れてはいないだろう。あった。じゃあ私は行ってくる。君たちも周りに気をつけるんだ。おや、あそこの雪他よりも新しいような。隊長、ちょっと来てもらえるか。確かめたいことがある。何か見つけた？まだわからない。偶然かもしれないが、とにかく。店長が雪の下敷きになっちゃった。イスカ！雪道に落ちたんだ。早く掘り出せ。口の中が雪だらけだ。大丈夫？イスカ！大したことはない。足を少しひねっただけだ。それはともかくテベルダを呼び戻した方がいいようだ。この下には降りる階段がある。今日発見するはずだったものと全然違うな。どうして？ここって屋外に隠された秘密実験室みたいだよ。少なくともそこに通じる地下道だ。だがそれにしては様子がおかしい。ゴルカが逃げてからまだ半月も経っていない。二人の追っ手とは昨日対面したばかりだが、ここはどう見ても廃棄されてから随分時間が経っている。これだけ長い通路に非常灯すらない。くそ、懐中電灯じゃ少し先すら見えない。落とさないように気をつけてくれ。全部合わせても懐中電灯はこれだけしかないんだ。手すりにまだ埃が積もってない。少し前まで誰かいたはずだ。詳しい時間まではわからないが、建物の形式と配置から見てアイギスの施設に似ているな。カティアのアイギス実験室には何度か行ったことがある。少なくともここは典型的なアイギス風建築とは違う。でもそれだけでここはアイギスとは無関係だと判断することはできない。つまり当然のごとくこのまま進もうってことだな。とにかく地下にこれほど巨大な建築物があるからにはビーコンを打ち込まれたやつもきっとこの中にいるはずよ。さっき少し動いたみたい。最終的にここがカティア革命前に建てられた防空壕だと分かったとしても今引き返す理由はないよ。
あの鉄くずたちがこの闇の中で待ち伏せしている可能性があるとしても。今さらそんな心配してるんだとしたら、昨日に戻って荷物を整理してる自分にビンタしてくれる？その可能性を忘れるなと言いたかっただけだ。通路の突き当たりまで来たみたいね。100メートルは降りたかな。通路には高低差があるし、ループ構造になってるところもあるから、直線距離で50メートルってとこね。部分的には確かにカティア革命前の様式だね。昔の建物を改造したのかも。もし中に誰かいてアイギスのやつだったら、ナビゲーターの身分を明かすことは有効だと思うか？多分役に立たないんじゃないか。向こうが独立した実験室なら特にな。なら直接手を出すのは？後で始末書を書く羽目になるかもな。だがアイギスに関することなら仕方ない。店長にはお手柔らかにと頼むしかない。安心しろ、節度ならわきまえている。大丈夫かゴルカ。さっきからずいぶんおとなしいな。こんなことは聞きたくないんだが、ここに見覚えはあるか？私の体がここを覚えてるみたい。街に逃げる途中にこんな場所を通った覚えはないし、前に来た覚えもない。でもここの温度、この先から漂ってくる匂い、それに説明できない何かを体は覚えてるみたい。となると節度を保てるか自信がなくなってきたな。少なくとも引き返す理由はなくなったね。よかった。